こんにちは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。名古屋旅パート3ということで、名古屋城から大須観音に戻ってまいりました。いやー、相変わらずすごい鳩ですね。で、今回はですね、大須商店街を中心に動画をやっていこうかなと思います。ただ、めちゃくちゃ広いので、もう隅から隅までご紹介はできませんが、ある名店に行ってまいりましたので、楽しみにご覧ください。それと、ホテルアベストの大浴場の紹介やってませんでしたので、そちらと、朝食ね、2日目の朝食は何を食べるんでしょうかね。で、あと、評価の方もやっていきたいと思います。ってことで、一旦ホテルに戻って大浴場に入っていきたいと思います。で、戻ろうと思ったら、鳩に懐かれてるお姉さんがいますね。肩にちょんって乗っかっててね。いや、可愛いですね。てなわけで、一旦戻りたいと思います。それでは皆さんもご一緒に旅してる気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。部屋に戻る前にちょっと飲み物をいただきましょうか。フリースペースに来ております。コンソメスープもありますね。コーヒーとか。で、オレンジジュースをいただきましょう。部屋に戻ってお風呂に行く準備ができました。館内着に着替えました。ポケットがあると思ったらね、なんかフェイクでした。で、大浴場はホテルの2階。葉の湯です。15時から24時、そして朝の6時から9時半までが利用時間となっております。そして2階に着いたらなんか全然違いますね。なんかベテラン感が一気になくなってすごい綺麗なね、花柄のその壁紙なんですが、落ち着いた雰囲気で、全然違いますよ。もうベテラン感がどこ行ったんでしょう。で、ずーっと奥に行くと花湯ありました。手前が女湯、奥が男湯となっております。で、ランドリーもありまして、こちらで履物を脱いで中に入ります。上がっていくと下駄箱があります。女性宿泊者は IC カードを受け取って、入り口にタッチして入ります。男湯にはありません。まずは一の湯。大浴場なんですが、すごいなんか綺麗ですね。間接照明でね。で、こちら人工温泉でして、なんか月替わりで、そのどこかの温泉の由来成分を調合して、お湯にしてるそうです。で、この時ね、ちょっとね、どこのかね、忘れてしまったんですよ。中に書いてるんですけども、ちょっと忘れてしまいました。ごめんなさい。そして僕が入った時は少し青みかかった白いお湯でね、すごいツルツルして気持ちよかったです。で、こちらが二の湯。朝と夕方で男女入れ替え制となっております。だから男湯の場合は、朝入れます。一の湯に比べて狭いんですが、一の湯同様すごい綺麗な浴槽となっております。そしてサウナもありますよ。一の湯にしかないので、夕方から夜にかけては男性、朝は女性の方が利用できます。ちなみに水風呂はありません。そしてこちら脱衣場。冷水器がないんで、常温のお水しかありません。で、あと、体重計あったんですが、ちょっと壊れてましてね、めっちゃ軽かったです。僕の体重。
お風呂から上がるとランドリーの横に自動販売機があります。で、値段はコンビニで売ってるようなお値段でした。いいお湯でした。フロントでもらってきた、オースマップ。なんかガイドマップって感じですかね。こう広いですよ。オース観音駅が、この下で、オース観音があって、ホテルがこちらです。で、昨日行った昔のヤバトンがここですね。みたらし団子の店がなんて店やったか忘れてしまいましたな。ちょっと後で多分他のページに載ってると思うんでね、確認します。で、昨日ブラブラ歩いててどこどう通ったのかちょっとあんまりわかんないんですよね。で、なんかこんな感じの広場あったでしょ。あれがどこなのかがちょっとわからん。この辺と思うんですけどね。大きい通りがここで商店街ね、新天地通り。ここなんかね、お寺がありましたね。お寺やったかな、神社やったと思うんですけどね。ちょっと、で、なんかふれあい広場。これは覚えてる。これや。これがなんかね、いましたね。招き猫おったね。で、アメ横っていうのがね、なんか、こう検索してたらいろいろ出てきてたんですよ。なんか電気屋さんのね、お店が固まってる、なんかビルが。それがこれと思うんですけどね、そうですね、パソコンとか。名古屋名物の食べる店。ね。串カツとか、とって焼きとか。でね、ちょっとね、さっき言ったように、ここ行きたいんですよ。こうは味噌カツのお店ね。これ普通のね、ほんまに普通の定食屋さんって感じでね。で、昔のヤバトン、昨日行ったヤバトン。で、手羽先ね。で、味噌煮込みね。鈴屋。で、こちらにもヤバトンがありますね。これ味噌カツ。こっちどうしようと思う。昨日ヤバトン行ったから、今日はこっちにします。意外とね、コンカフェが多いんですよね、この辺。と思って。で、猫カフェもあるし。で、男装カフェとかね。メイドが多いですね、この辺は。で、あと、台湾のお店が結構多いような印象があるんですが、でも載ってるのこれくらいか。なんかね、検索してたら結構出てきてたんですけどね。銀の案。番号振ってないところは載ってないね。違うわ、ここや。みたらし、そうや、向かいって言うて、娯楽亭って読むんかな。ちょっと行ってきます。時間はだいたい18時半ぐらいです。いい感じでお腹が空いてきたので、その娯楽亭に行ってきます。大須観音の南側の通りをまっすぐ行くと、大須仁王門通り商店街の中入っていきます。で、いろいろお店あってね、もうひつまぶし、もう絶対目止まるんですけども、高いんですよね。そしてこれ、銀のあんさん。ね、行列できてますね。そして、新スズメさんは、もうちょっと閉まりかけなんでしょうかね。で、ここを本当は左に曲がらなきゃいけないんですが、間違えて右に曲がっています。しばらくお店はどこだって感じでうろちょろしてまして、マップを確認したら、
反対側行ってることに気づき戻ってまいりました。お食事処娯楽亭です。店構えからしても大衆食堂っていう雰囲気が出てますね。美味しそうです。定番メニューはもちろん味噌カツ定食。うわ、美味しそう。三元豚使われてますよ。で、エビフライ。これ、丼セットがきしめん。きしめんと、味噌カツ丼。うわ、美味しそう。いやー、これ迷いますね。カレーとかもありますし、うわ、閉じるのも、でもやっぱり味噌カツで食べたいですよね。いや、エビフライも捨てがたい。店内もね、ほんと食堂って感じします。はい、来ました。味噌カツ定食。美味しそう。でかいですね。いただきます。で、ご飯は大盛りです。さあ、一口いきましょう。いや、もう、最高です。うまい。もう、味噌が、もうね、やっぱり、どこで食べても、この味噌は一緒なんですけども、美味しいですね。で、肉が柔らかい。サクッといきます。もう、これはね、ご飯何杯でもいきます。これ、大盛りなんですけど、これ足りるかなってぐらいね、本当にご飯が進みますよ。んでね、なんでしょうね。とんかつにキャベツの組み合わせってね、ほんとね、いいコンビですね。美味しいです。で、また一味かけてみましょう。結構かけすぎたかな。で、これもうまいわ。本当にうまいですね。全然辛くないですね。いやー、ほんと、たくあんまで美味しいです。それでね、ホテル戻るときに見つけてしまったんですよ。こちらの娯楽亭さんはね、ホテルのすぐ近くにもう一軒あったんですよ。それで、こちらのお店調べてみると、なんと、フィギュアスケーターの浅田真央さんが通ってたお店だそうです。ちょっとびっくりですね。で、浅田真央さんね、名古屋出身で、ほんとこのすぐ近くに大須スケートリンクがありまして、そこで練習した帰りにお食事に、このお店に寄ってたそうです。で、中でもその好物がチャーハン。真央ちゃんチャーハンとしてこの店の名物メニューになったそうです。これ写真見てください。ね。めっちゃ美味しそうじゃないですか。何入ってるのかなって見たら、ハムやかまぼこが入っているそうです。それで今僕がいる方は本町通りのお店で、定食や麺類が中心の、観光客が多いお店だそうです。そしてこちらの浅田真央さんが通ってたお店の方は昔ながらの町食堂っていう感じです。実は娯楽亭さん、大須の町の歴史に深く関わっているそうで、創業は戦前なんですが、大空襲によって名古屋の町は大きく、消失してしまいました。で、町の復興に働く人たちのために安くて腹いっぱい食べれるお店として、大須を支えた食堂だったそうです。いや、これね、家帰って編集するときにね、いろいろ調べてたら、どんどん情報が出てきてね、もうこれ、オースに1週間ぐらいね、いたいですね。とにかくですね、味噌カツ美味しかったです。ごちそうさまでした。それでは、大須商店街をブラブラしてきました。前日の夕方に撮影したものと合わせてご覧ください。ブラブラしてきただけなんでね、特にお店とか入ってないんですよ。なんか美味しそうなおにぎり屋さんがありますけど、なんかカップルがイチャイチャしてんのがムカつきますが、名古屋なんで天むす、ありますけど、普通のおにぎり屋さんですね。で、タピオカ、やっぱり台湾のお店あります。でも韓国唐揚げって書いてますね。こちらはうなぎ屋さん。こちらやったら手頃かなと思ったけども、安くても3000円はしますね。
いやー、食べたいんですけどね。で、似顔絵のお店とか、あと手羽先ね。手羽先食べてないんですよね、今回は。で、また台湾のお店ね、出てきましたね。やっぱり多いですよ、台湾のお店。ずーっと進んでいったら、一風堂がありましたね。まあ、どこにでもあるっちゃありますけど、で、ここはなんかちょっと人のにぎわいがありますが、焼き結び、うわ、美味しそうですね。食べ歩きとか良さそうですね。なんかスパムっぽいのもあります。この辺りで商店街は終わりです。ここは南大津通りですかね。で、通りからちょっと外れたところを入って戻っていったら、なんか賑やかなところ、社みたいな、なんでしょうね。あ、ここがあれですね。ふれあい広場っていうところです。なんかイベントとかね、こちらでやられるそうです。招き猫いますね。いや、派手だ。これはちょっと中華っぽい派手さですね。で、こちらにも人だかりができてますね。ナルトたい焼きね。これはまあ、どこの店でも美味しいと思います。それで結構スカジャン売ってる店多いんですよ。で、ペコちゃんとか、ねで、キャラクターの、コナンとか、ラムちゃんとか、モンチッチとか、えアニメのキャラクターのね、スカちゃんが多い感じです。ウルトラマンとかアンパンマンもいますね。それでこの新天地通りってところ歩いてたら、なんか絵馬とかお札を売ってるお店が出てきたんで、何やろうと思って横見たら、最初パチンコ屋かなと思ったら、こちらお寺です。こちらは万松寺というお寺です。もう万松寺と聞いて、はいはい、万松寺ねっていう方も多いと思います。まあ僕はちょっともう無知でごめんなさい、知りませんでした。っていうか、話を聞いたら、ここかっていう感じですね。御朱印がいっぱい、これもう完全に僕、インバウンド向けのなんかね、ところかなと思ってたんですよ。で、こちら万松寺は織田信長ゆかりのお寺です。1540年頃、創建者は織田信秀、織田信長の父親です。ここまで聞いたら、っていう方もいらっしゃると思います。そうです。織田信秀の葬儀の時に織田信長は、その葬儀にふさわしくない格好、今で言うとコンビニに行くような格好ですかね。ジャージに、パーカー着て、クロックス履いて、片手にスマホみたいな感じで、葬儀に現れたのかなと思います。で、灰を、ぶちまけて、うつけ者と呼ばれるようになったあのお話です。話というか出来事ですね。で、もともとは、名古屋城の南側にあったんですが、整備の一環で、徳川家康の命によって、こちらに移されたそうです。で、その向かいにはこういう雑居ビルみたいなのがありまして、これアメ横かなと思ったら、また別のビルでした。こういったアニメのショップとか、トレーディングカードのショップとか、で、タコライス、沖縄の店ですね。ここをサブカルと言っちゃちょっと失礼ですけども、いやー、こういうお店もいいですね。で、ラーメン屋さんがあって、で、こっちには沖縄宝島って、沖縄のショップですか。ちょっと入りたいけども、名古屋に来てまでっていう感じですかね。で、自販機がなんかちょっと変わったもんが売ってるような、名古屋コーチンカレー。いやー、いい感じ、食べたいです。これは何かななんかワインのかなと思ったら違いました。
で、こっちは昆虫食は無理だな。イナゴの佃煮は食べたことありますけど、いや、もう無理です。無理です。で、こちらは中日ドラゴンズのキャラクターグッズ。で、天津甘栗のお店なんてあるんですね。で、栗のお菓子かなと思ったら、ふ菓子とか、姿フライ。なんか、おかきやせんべいとかも売ってますね。もちろん、甘栗も売ってるんでしょうけども、米菓子なんかも売ってますね。泡とか。こういう店あるんですね。ちょっと知りませんでした。で、こちらタイ料理とか、なんかアジアのスーパーっぽいお店ですね、ここ。ちょっと入りたい気もするけども、で、こちらはイタリアンの店。まあ、商店街なんで何でもありますよね。で、こちらはなんかビールのなんかアメリカの酒場って感じがします。で、ピザもこれなんかソロピザってなんかこれちょっとそそられますね。ぼっちな僕は。ちょっと入ってみたい気もします。こういうの見たら商店街っぽいですね。お地蔵さんがあって、この顔はめとか。で、こっちなんか人立ってると思ったら、なんでしょうねって思ってたんですよ。そしたら謎解き生活。謎解きのお店なんですかね。ちょっと謎解きって行ったことないんですよ、僕。いや、一回行ってみたいんですけども、で、下にはね、謎解きの本、ミステリーブックっていうかね、小説とかが売ってるんでしょうかね。で、その向かい、なんかドアがいっぱいありますけど、これイラストなんですよ。アリスオン・ウェンズデー。水曜日のアリス。なんかわかんないです。で、メイドカフェがあって、その下が昔のヤバトン。昨日行きましたね。で、お芋のスイーツとかね。まあ、いろいろあります。で、こちらが先ほど言ってた娯楽亭。浅田真央さんが通ってたお店です。もう本当にホテルのすぐそばなんですよ。フリースペースでコーヒーを入れてきたんですが、もうぬるくなっています。それではお楽しみの夜のおやつタイムです。金シャチ横丁のお土産屋さんで買っていた名古屋香味ソース風味ソースカツです。箱を開けると小分けにされた大量のソースカツが入っていました。いや、結構ちっちゃいですね。で、一個ずつ小分けに入ってるって思ってなかったんですよね。で、これ見てください。だいたい親指ぐらいの大きさのサイズです。これがね、なかなか美味しかったです。で、濃い味なんですけども、軽いんでね、パクパクいっちゃいます。残りは会社に持っていきました。続いては、大須商店街のお土産屋さんで買ってきた、世界の山ちゃん監修、幻の手羽先プレッツ。プリッツじゃな、プリッツって言わないんですかね。プレッツが、正式な名前なんですかね。で、2本いっちゃいます。見た目は普通のプレッツなんですが、どんな味してるんでしょう。これがね、めっちゃ山ちゃんの手羽先です。うまいです。手羽先みたいにちょっとピリッとしてて、そして胡椒がめっちゃ効いてるんですよ。パッケージにも書いてますけども、幻の胡椒がめっちゃかかってて、これビール飲みたくなります。で、もう本当に癖になる味でね、もう全部一気にいっちゃいました。そして次は甘いもの。名古屋アンサンドです。お土産屋さん行ったら売ってますね。いや、これね、なんか、見た感じね、こう、小袋に入ってて、5個入りなんですが、フィナンシェみたいなんですよ。で、中を割ってみると、あんと、バターがね、塗られてて、まあ、あんは粒がないんですが、これがなかなか美味しいです。で、フィナンシェじゃないです。もうしっかりとしたパンです。パンのしっとりした感じで、
で、あんの甘さとバターのその濃厚さがね、混じってね、いや、これめっちゃ美味しいです。で、もう朝ね、食べたいですね。これはコーヒーと一緒に。そしてお土産屋さんでこんなものも買ってきました。ウォータードームですね。ちっこいんですよ。で、金のシャチホコが入っててね、これ安かったんですよね。350円ぐらいで買いました。で、こちらは金シャチ城と書いてますが、五条院です。名古屋城の五条院で、金シャチ城と書いてるやつね。ただね、名古屋城の本丸御殿ミュージアムってあってね、そこで売ってた御城印がね、これバカ高いんですよ。1万2000円とか、1万8000円とか。いや、何考えてるんでしょう。もう買えないです。まあそんなこんなで、忙しい一日でした。そろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今朝もすがすがしい朝を迎えております。本日、名古屋最終日。いや、もう名残惜しいなぁ。そしてホテル2泊目の朝の朝食です。昨日はステーキを食べたんで、今日は違うものにしたいと思います。1階のフリースペースが朝食会場となります。この日も7時半ぐらいに来たので、空いてましたね。で、また今日も窓際のぼっち席。で、今回の朝食はうなぎのひつまぶしです。もう外でね、食べれなかったので、もうホテルで朝食でいただきたいと思います。いや、美味しそうですね。細かく刻んであるうなぎが乗ってて、一杯目は普通にご飯と一緒に食べます。うん、まあ、普通に美味しいって感じですね。やっぱりね、このね、うなぎ屋さん行って食べるうなぎよりは全然柔らかいですね。以前動画内で食べた名古屋のうなぎは外がパリッとしてて中がふんわりとした、美味しいうなぎだったんですが、まあ、今回はまあ割と柔らかい方ですね。で、2杯目は、ご飯を乗せて、薬味がもみのり、ネギ、そしてわさびを入れます。やっぱりこうやって食べるとね、山椒と違ってわさびのそのツンとした感じがね、また美味しいんですよ。そして最後に、だしを入れてお茶漬けにして食べます。で、ちょっとご飯を少なかったので、もう全部入れちゃいます。そうすると、ちょっととんでもないことになりました。ちょっと入れすぎたかなって感じです。もうこういうとこですね、僕の悪いとこ。でもこのお茶漬けで食べるうなぎがもうたまりません。美味しいです。もうちょっとタレ入れた方が美味しいかなと思いますが、追加がないんですよね。あと、これ以外にもね、カレーはね、お肉が乗ってね、めっちゃ美味しそうなんですよ。これも食べたかったですね。で、全部汁を飲み干して、ごちそうさまでした。食後のコーヒーは欠かせませんね。で、朝はもう熱々のコーヒーがいただきます。あと、全然気づかなかったんですが、フロントの前にもコーヒーポットがありました。さあ、あともう少しでチェックアウトです。名残惜しい。それでは大阪に帰りたいと思います。いやーもうこの3日間本当楽しかったです。もう本当美味しいものばかりでね、名古屋城も良かったですね。本当にありがとうございました。では、チェックアウトしてきます。
それではホテル評価やっていきたいと思います。まずはアクセス。名古屋駅から近いのと、大須観音駅からも歩いて1分というね、アクセスなんですが、やっぱりね、この名古屋駅から、一度乗り換えてくるっていうのは、この一駅がね、ちょっと不便なところもあって、星をつかなと思います。立地はもう言うまでもありませんね。大須観音、そして大須商店街。それに、科学館とか美術館とかあって、本当いいところかなと思います。で、住みやすい場所でもあると思うんですよ。建物設備はベテランホテルがにじみ出てる、そんな感じのホテルなんですが、大浴場がめちゃくちゃ綺麗かったですね。いや、本当にこれは良かったです。部屋もね、同じくベテランホテルなんですが、全然不憫はないですね。ただ、テレビがね、もうちょっと上にあったらいいかなっていう、それぐらいですね。でも特になんかあるっていうわけでもないので、ちょっと普通っていう感じで星2つになってます。で、サービスなんですが、もう、とにかくホテルのスタッフさんがとても親切なんですよ。もう、エレベーターも開けて待っててくれてますしね。チェックインの時もお茶もらいましたし、で、この後なんですけども、チェックアウトするときに、使い捨て回路もいただけるんですよ。もう本当にね、良かったです。で、朝食はやっぱりステーキですね。ひつまぶしも食べましたけども、やっぱりステーキがね、目玉ですね。ただ量は知れてますね。食べ放題のもうちょっとね、物足りないかなっていう感じで、星3つかなと思います。そして最後に総合評価は3.3。コスパを考えたらもう大満足ではないでしょうか。ベテランホテルでちょっと不備な点もあるかもしれませんけども、僕は全然良かったと思います。今回は名古屋旅ということで3本立てでお送りしましたけども、いかがだったでしょうか。3本とも見ていただけたんでしょうかね。名古屋グルメね、名古屋飯。もう本当に美味しかったです。もうあんかけパスタの衝撃はちょっと忘れられませんね。もちろん味噌カツも美味しかったです。それで今回ね、大須観音や、名古屋城の歴史をね、いろいろ調べて動画作りしたんですが、なんて言いますか、勉強してこなかったんだな、というのを実感しましたね。本当にもう無知でね。でも、今回すごい楽しかったです。いろいろ本当にね、知らないこといっぱい知れてね。できることなら小学生ぐらいから、いや、高校生からでいいですかね。やっぱり高校生がいいな。高校生からやり直したいです。それで、この後ね、大阪に帰るんですけども、新幹線で帰ろうとしたら、もう、指定席全然取れなくて、自由でいいかと思ったら、まさかの、もう立って帰りました。しかも通路です。もうめっちゃ人多かったです。もう、これはもう、人生初ですね。立って、帰るの、新幹線乗るの。もう本当にもうちょっと大失敗です。名古屋から新幹線乗るには、もう何日か前にね、席予約しといた方がいいと思います。で、さっき言ってた使い捨て回路いただきました。ありがとうございました。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。